どうも皆さん、こんきき、今日もアニメレビューの時間だよ。昨日の地震はびっくりしましたね。めっちゃ揺れたよね。私のところは、停電も下から真っ暗でさ、なんか寝るに寝れなかったよ。復旧まで1時間半くらいかかったもんなああいう時に実感するよ。現代人って電気がなければ無力だなって。この動画を作るのも電気がないとでけへんしな。電気って重要やわ。試しに外にも出てみたけど、意外と真っ暗じゃないんだよね。昨日は、月も綺麗に出てたからってのもあるけど、月明かりだけで結構明るいんだなって実感しちゃった。文明の利器を失って初めて実感する月明かりの美しさ、ちょっと素敵やな。まあ、電気ついた瞬間に、いたーってなったから、あっさり手のひら返したような感じだけどね。余震とかもあるかもしれへんから、みんな気をつけてな。そんなわけで、今日のレビューはこちら、日本沈没2020劇場編集版沈まぬ気分だよ。まさかの日本沈没の映画版、これ、一昨年映画館でやったったやつよな。私は、当時、映画館には行かなかったんだけど、後悔してるよ。だって、リュウさん、めっちゃ酷評しとったやん。そんな劇場で見たくなったってレベルになっとるん。いや、金銭的な理由。この作品は、総集編と名の付く通り、もともとは、ネットフリックス限定で配信されてる作品を映画として編集して上映したものなんだ。ちなみに、上映当時は特別料金ってのになってた。何特別料金って？一切の割引が効かない。前売り券で安くなったり、レディースデーで安くなったりとかはしない。軒並み1900円。めっちゃ強気やないですか。ただの総集編なんやろ。逆に安くしてもええくらいでは。その強気姿勢も、相まって別に総集編だし、見に行かなくていいかと思って、私は、結局見に行かなかったんだ。まあ配信サイトで配信されるだろうと、高をくくってた。でも、しなかったんだ。レンタルもしてないし、ネットフリックスでも総集編は配信されてない。つまり、BD を買うしかない。リュウさんはどうやって見たん？まさか違法視聴。買いました。ガチで買っとるわこの人。6600円したよ。上映当時、映画館で見てれば、見なかった結果3倍の値段を払うことになったんやな。ちなみに、ネットフリックスの一番安いコースは990円。映画の上映時間にするためにカットもされていない日本沈没を見れる上に、いろいろな作品が見れて990円。一方、BD は6600円。高いな。まあ、一応、オーディオコメンタリーとかもついてるから、そのあたりを聞きたい人は買ったんじゃないかな。かなりの好き者やな。前置きはさておいて、編集されてないネットフリックス版は1クール全10話で250分くらいなんだ。映画は、編集されてカットされて、150分の作品になってる。3分の1くらい削ったわけですか。成り立つんか。ちなみに、私が確認した限りは、作画の修正はされてない。音楽とかはちょこちょこ変わってるみたいだけど、よっぽど日本沈没を見てない限りは気づかないね。あとはどう編集されてるか次第ってことですか。アニメの総集編映画は2010年頃に流行ったんだけど、結構出来がひどい作品も多かったんだよね。総集編って、形で映画にして得点商法で稼いどる作品はちらほらありましたね。編集されすぎてて、総集編だけ見てもストーリーがわかんなかったり、おまけ程度の新規カットやシーンがあるだけの作品もあったんだ。ただ、この作品は、総集編としてのクオリティはかなり高い。マジか。序盤はあまりカットされてないんだ。物語の導入である地震。そんな地震が日本を襲い、日本は沈没していく。オリジナルの方のレビューでも、序盤は面白かったって、リュウさん言っとったもんな。この作品は総集編だけど、ネットフリックス版を見た人っていうより、見てない人を意識して作ったからこそ、導入はかなり丁寧に、あまりカットせずに描かれてるんだ。地震で安否不明になってしまった家族。そんな家族と再会するために、お父さんが、神社にイルミネーションを飾り付けることで、家族が再会する。なんやろ、今思い返せば、そこも突っ込みどころやな。震災で、みんな、大変で電力の不足してるはずやのに、家族に再会するためとはいえ、イルミネーションを勝手に、自分の家でもない神社にくくりつけるお父さん。まあ、後の展開に比べれば可愛いもんだよ。ネットフリックス版を見た人は気づくと思うんだけど、作品全体で、主人公が足の怪我を気にするシーンが少なくなってるんだ。日本沈没2020の三大突っ込みどころと、名高い主人公の足の怪我。序盤から放置しまくったって、主人公も、足の怪我気にしとったのに、治療する機会はいくらでもあったのに放置しまくった結果、最終的には切断せなあかんくなるんよな。これは、日本という国が沈没した後に主人公をパラリンピックに出場させるためだけの要素なんだ。そのためだけに足の怪我が放置され続けてたんだけど、総集編では主人公が足の怪我を気にするシーンがカットされてる。なるほど、カットすることで気づいたらひどくなっちゃってたって感じになっとるんやな。作品全体としてうまく突っ込みどころをカットすることで濁してるんだよね。特に日本沈没2020の三大突っ込みどころの2つ目である大麻カレー。出た、大麻の味はママの味。見てない人に軽く説明すると、主人公たちにずっとついてきてる彼は、最初の地震でお母さんを亡くしてるんだ。そのせいもあって、
ずっと落ち込んでたんだけど、とあるカルト施設で食べたカレーに涙を流すというシーンがある。そのカレーが、マミーの味と似てて涙しちゃうんよな。そこまで敗因だけど、その後に別のキャラがカレーの味に違和感を覚えるんだ。実は、そのカレーにはカルト施設で育てた大麻がぶち込まれてた。別のキャラが違和感を覚えるほど大麻が入っとるカレーをお母さんのカレーの味と似てるって言っちゃう。やばすぎるシーンやな。お母さん、ミント感覚でこっそり庭先で育ててたんやろうか。そんなツッコミどころのあるシーンなんだけど、総集編ではカレーの味に違和感を覚えるシーンがカットされてるんだ。おう、ということは、総集編だけ見た人にとっては大麻カレーじゃなくて、普通のカレーっていう風に見えるんやな。びっくりしたよ。うまいこと、ネットフリックス版のツッコミどころだった部分をカットすることで、自然なシーンに仕上げてる。ただ、この部分に関してはもしかしたら、劇場で上映するってことで、コンプライアンス的に大麻が引っかかっただけかもしれないけどね。ネットフリックスは割とそのあたりの規制緩いですからね。映画にする上で営林とかに引っかかったのかもしれへんな。カレーだけじゃなく、カルト施設自体は出てくるんだけど、大麻って言葉すら出てこないんだ。意外とカットしたことでツッコミどころが消えてたり、話自体がスムーズになってるのはいいところなんだ。ただ、150分の弱にしたせいもあって、テンポはかなり上がってる。テンポがええのはええことやない。ネットフリックス版結構ダラダラしとるところあったし。そこはいいんだけど、唐突にキャラが死ぬんだよね。そういえば、ただでさえ唐突に死ぬ作品やったな。お父さんと顔姉さんがほんとびっくりするくらい唐突に死ぬ感じになってる。ただでさえ唐突なのにより唐突に。後ろから膝かっくんレベルが、玄関開けたら軽トラと交通事故みたいなレベルになってる感じやな。あと、三大ツッコミどころの2つはカバーできてるんだけど、最後の1つだけはカバーできなかったんだ。最後、何やったっけ？お父さんが山芋で爆発するシーンだよ。名シーンやな。私が、この日本沈没2020を見るのは2回目だけど、2回目だからこそ、細かいところも気になっちゃうんだよね。このお父さんの山芋爆発のシーンもさ、お父さんは、山芋を掘るために、地中深くまで掘ってて、掘ってる最中に、何か硬いものに当たってしまうんだ。こういう時、普通どういう反応する？なんか石とかに当たったんかなとか、埋まっとる金属に当たったんかなとか、まあ、ってなる感じよな。普通はそんな感じだと思うんだ。なんだろうって疑問に思うはずなんだよ。でも、お父さんは、何か硬いものに当たった瞬間に、嘘だろって反応をする。どういうことやねん。お父さんが、あらかじめこの周辺には不発弾が埋まってることを知ってたなら、嘘だろって反応でいいと思うんだ。でも、不発弾が埋まってたことは知らなかった。主人公が不発弾が埋まっている可能性がありますっていう看板が隠れてたことに気づくんだけどお父さんは知らなかったはずなんだ。スコップの先の金属の感触でこれ不発弾やって瞬時に察したんか。お父さん何者やねん。まあ、普通は、そんな看板設置する前に自衛隊なりが処理してるはずなんだけどね。確かにそうや。この作品の最大のツッコミどころ三大ツッコミのラストは、総集編のカットでもごまかされへんかったんやな。見るのが2回目だしテンポも上がってるせいで余計に細かいツッコミどころが際立ったり、1回目はスルーしてた部分もスルーできなくなってるんだよね。2回見たからこそやな。例えば、大麻入りカレーの彼のメガネ。彼のメガネは地震の時に少し割れてしまってるんだ。でも、日々割れてはいるけど、レンズそのものがなくなってたりはしてない。ひびが入っとるだけなんやな。視界にひびが入るかもしれへんけどな。糸困るやろうし、かけとるんやな。そんなメガネなんだけど、途中で暴漢に襲われて撃退するんだ。そんな暴漢のメガネを仲間になってたお姉さんが、彼の日々の入ったメガネをポイってしてかけさせるんだ。日々が入ってるよりマシでしょって。いや、それはどうなん？もう意味わかんないよね。日々が入ってるとはいえ、自分の度数に適したメガネと、暴漢男のどう考えても度数の合ってないであろうメガネ、どっちがいい？絶対、自分のメガネの方がええ。そもそも、暴漢のメガネなんて嫌や。攻撃力が上がっても、知力がマイナス20くらいになりそうや。この後の展開でサイコメトリーみたいな能力を使うキャラに、このメガネをサイコメトリーさせるためだけの要素なんだ。暴漢の思い出をサイコメトリーするん？いや、なぜか、お姉さんとの思い出がサイコメトリーされる。そんな一瞬しか触ってへんような暴漢のメガネに、どうして、お姉さんの思い出が宿っとるんや。総集編で、いろいろな部分をカットしてて、そのおかげで、ツッコミどころも減ってるけど、同時に細かいツッコミどころだったり、山芋爆発みたいなのは酷使きれてない上に、テンポが上がりまくったせいで、唐突な展開の連続になっちゃってる。序盤から、中盤までの編集は悪くないんだ。話もうまく繋がってる。ただ、終盤は、すごく展開が慌ただしい、謎の先民思想を持つ右翼団体が出てきたかと思えば、海で遭難して、お母さんが死んで、みんなでラップして、先輩が死んで、YouTuber が無限の彼方へ飛んでいく。怒涛すぎる展開や。ストーリー自体は、きちんと繋がってるし、初見の人でも理解できるとは思うんだけど、鑑賞に浸る間もなく、どんどんと展開が進んでどんどんと人が死ぬ感じになってるんだ。怒涛の展開といえば、聞こえはいいですけど、なんか知らん間に、一気にいろんなことが起きて終わっちゃう感じなんやな。
ただ、全体的にはネットフリックス版よりも見やすくなってるし、この作品が伝えたいメッセージみたいなものもストレートに伝わりやすくなってると思う。巻き起こる賛否両論って否定的な意見が8割くらいやったやろ。賛否両論が巻き起こりやすい要素だったりはまだ残ってるけど、突っ込みどころが少なくなってるっていう部分と、250分から150分になった。おかげでテンポが上がって2時間半で、作品自体はよくまとまってるんだ。わざわざ総集編として作り直した意味はあったってことやな。前提条件を無視して今から見るならどっちがいいですかと聞かれたら、私は総集編の方を勧めるよ。前提条件って何？総集編を見るためにはブルーレイを買わないといけない。それ忘れとった。990円で編集されていない名作と、6600円で編集されている本作。あなたならどっちを見ますか？迷うわ。私の場合は、何クソ的な勢いで買ってしまった部分はあるけど、オーディオコメンタリーはなかなか楽しかったので、気になる方はぜひ。いるんか気になる人。さあ、ほなまた次回。じゃん。